どうも、ベトナム在住のウッチです。今組み立ててるスーパーカブね、ちょっと今日はこのメーターの対処していきたいと思います。このメーターね、見てもらったらわかるようにもうバキバキに割れちゃってるんですよ。で、これ、実は今つけてるハンドルですよね。カブのハンドルにこのガラスがついてたんですね。で、最初から割れてて、で、こっちのガラスは実は作ってもらったんですよ。近くの近所のガラス屋さんで切ってもらってはめたんですけどね、ここを開いてかしめた時にね、割れちゃったんですよ。それともう一個の問題が、これはね、もうプラスチックが劣化してるんですよね。かしめた時にね、全部割れちゃったんですよ。ここでしょ？ここも少し割れてるんだよね。で、ここも一箇所奥にクラック入ってます。だからね、結局このメーターはもう使えないんですよ。で、今回、このね、中華メーターとかって呼ばれてるやつですかね。こいつをね、つけていきたいと思うんですけども、これはね、ちょっと配線の問題があるんで、今日はそこら辺のね、解説動画になるのかな。配線のつなぎ方をね、やっていきたいと思います。これの説明する前にまずこっちの話をしなきゃダメですよね。ニュートラルでウインカーで、ここら辺にねバックライトがあります。これですね。こうか。バックライトはね、これはなんだっけ、ポジションライトのプラスが来て、それをマイナスに落とせばいい。で、カブのウインカーはね、インジケーターはここに1個しかないんで、古いカブの話ですけども、ここら辺の仕組みはわかんないんですけどね、この、どっちが右で左だっけ？これが右でこれが左だったかな。プラスとプラスのはずなんですけど、それをつなぐとね、ウインカーのインジケーターがつくようになってるんですよ。これ確かリレーが作用して、ウインカーリレーの作用でそうなるんだと思います。で、一番の問題がこれですよね。黒い線。ホンダの黒ですね。キーオンの時の黒で電気が入っていって、この若葉に赤っていう線になるんですが、これがね、エンジンにつながってて、エンジンの線だからボディーアースのマイナス、ニュートラルに入った時だけ電気がグラウンドマイナスにね落ちる仕組みになってるんで、こいつがね問題になるんですよ。一応ね絵に描いてみました。バックライトはね、ポジションのプラスが来た後マイナスに落ちれば電気がつくと。で、ウインカーに関しては右と左をねつなげばつくようになってる。で、ニュートラルがここですね。プラスから電気が来て、ニュートラルに入ってる時にこのマイナスの若葉に赤い線がエンジン側グラウンドマイナスアースにね落ちていってライトがつくと。で、問題がこいつですよ。これは一回前も確認してるけど、電気も確認しとこうかな。もうね、前に一度確認してるんで、ここ止めてあるんだけども、照明もちょっと落としました。プラスをつないで、マイナス。これがバックライトですね。だから、この2本は分けておくと。さあ、それで黄色がウインカーで、黒がマイナスなんでね、黒を映ってんのかな。ウインカーで左右どっちでもいいんだけども、もう一個の線もこれもウインカーね。で、これがまたね混乱のもとになるけど、緑がニュートラルだっけ。
プラスなんだな。ね、ニュートラルのプラス映ってる。で、こいつが、古い株のメーターにはない配線になるのかな。ハイライトの時のアップライトの時の、インジケーターですよね。ね、こういうことですよ。で、いろいろと違いがあるから迷って繋がらなくなるのと、あとは一つね、大きな問題がありますね。この格安メーター、中華メーターのね、つなぎ方っていうのは実は前にも動画にしてるんですけど、なんせね、自分で見ても分かりにくいなと思って、今回はね、そのリベンジでもう一回やってるんで、分かりやすくなるように絵も描いてみました。さっき言ったのがね、バックライトは、赤がプラスで、黒がマイナス。で、他のライトもね、ニュートラルは緑がプラスで、黒がマイナスと。で、ハイライト。ハイがね、青がプラスで、これはもう全部一緒に繋がってるんですよね。で、ウインカーの方が、まあどっちを使ってもいいんでしょうけども、黄色い線がプラスで、こっちが、黒がマイナスに落ちてると。まあ、描いた絵をね、両方とも並べてみます。で、バックライトに関してはね、なんせ、こいつがプラスなんだな。書き忘れてるけど、茶色がプラスなんで、この茶色につないでるところを赤とつなげばいいんです。で、緑でつないでるところを黒でつなげば、こいつは OK。で、ウインカーに関してもね、さっき言ったように、なぜかプラスとプラスをつないでもライトがつくようになってるんだけども、これはね、この黄色い線とつないじゃえばいいんですよ。で、マイナスは、なんせここで束ねられて1本で落ちてるんで、マイナス、車体のマイナスにつなげばいい。で、ハイライトはこれね、ないんで、まあ私は増設してつくようにしますけど、こいつですよね。さっきも言ったように、黒い線、ホンダのキーオンのプラスですよね。黒い線が電気が来て、それがボディアース、ニュートラルに入った時に、通電するマイナスにね、つながってるんです。で、本来こうなんで、プラスだから、こいつをね、プラスにつなげばいいじゃんと。で、これをプラスにつないだら、こっちが、マイナス？要はニュートラルに入った時にしか、他の電気が使えなくなっちゃうんですよ。で、LED だからもちろん逆にすることはできないと。この説明で分かったのかな？まあなんせね、ここの配線の仕方が問題になる。で、それをね、解決するのに、ちょっと私は大きなリレー使ってますけど、セルモーター用のリレーなんでね、大きいんですけども、このリレーを使って対処していきたいと思うんです。さあ、それではね、一番難解なこのリレーのところの話をしましょうかね。リレーは細い線と太い線があるんですね。で、こいつも絵に描いてますけども、細い黒。キーがオンになってる時のプラスで、これがこの中に電気が入っていって、ここにコイルがあるのかな。通電をさせる、セルのスイッチにこれがつながってるんですけども、セルのスイッチってのは、スイッチを押すとマイナスに電気が落ちるようになってるんですね。ですからセルボタンを押すと、ここが通電して、ここが通電をすると、こっち側の、リレーのスイッチですね。スイッチが入って、バッテリーのプラスからの電気が、つながって、セルモーターへ、電気を供給すると。ね、それがもともとこのセルモーターの仕組みで、この機能を利用してね、今回のこの
メーターの対処にしたいわけですよ。要は元々のメーター、こっちですね。ホンダの黒のプラス、これですよね。電気が入ってきて、ニュートラルになった時に、このマイナスがつながって通電する。ここと同じような仕組みですよね。ですから、この線を、元々の、車体の黒につないで、この黄色に赤い線。これをね、ニュートラルの線、若葉に赤につなげば、ニュートラルに入った時に、このセルモーターが動くという仕組みになるわけですよ。で、動いた時に、これが通電をするんで、ここがややこしいんだよね。なんせね、通電をして電気を供給するから、この赤に白い線、これをね、ニュートラルのプラスにつなげばよかったはずなんですよ。確かそうです。確かって言い方が悪いけどね。で、それでよ、黒いホンダのキーオンのプラスがあるんだけども、これとこれをね、繋いじゃうんですよ。意味わかんないですよね。これをつなぐと、プラスの電気が来て、ニュートラルに入った時に通電をする。こいつですね。ニュートラルに入った時に通電をしたら、そこで電気が流れて、こいつが、プラスの電気としてニュートラルをね、光らす。マイナスに関しては、他の線とね、共有してもう繋がってるんで、電気がつくようになると。これが全容なんだけども、前回よりは分かりやすく説明できたのかな。これさっきリレーの配線の話しましたけどね、以前もう作ってあるんですよ。ここをつなげてますけど、まあさっきと同じ説明になりますけどね、もともとキーオンのプラスで、プラスからセルスイッチのマイナスへ電気が流れるとスイッチが入ってバッテリーからセルモーターへ電気が流れる。これがね、まあ似たような仕組みで、キーオンのプラスで電気が流れて車体ボディのねニュートラルに入った時に通電してスイッチが入って繋いでるとこキーオンのプラスからスピードメーターの N のプラスに電気が流れるとね、こういう構造にするためにここの2つをねくっつけてあるんですよ。まあそれなんでね、ちょっと若干配線の加工をしていきます。これはね付け替えるだけ。カチッとはめて、そんでこっち側ですよ。これね、さっきも言ったようにハイライトの配線、もともと株のメーターにはね、このメーターにはなかったのと、あとウインカーの線がね、今使ってるメインハーネスが他の対株の部品を使ってる関係でね、割り込ましをさせなきゃいけないんで、この3つに関しては、この小さいカプラーでね、この端子を生かしてつないでいきたいと思います。だからこいつはこれに関してはね、このカプラー使って車体に割り込ませばいいんですよ。ちょっと曲がった。OK ね。それでここの端子をね、古いタイプのギボシ端子に変えていきます。ドイツから行くんだ。どれでもいいのか。
これはね線が細いんでニッパーで丁寧に被覆を切ります。こうしないとね、これ使うとちぎれちゃうんですよ。で、他にね、別の動画で説明しましたけど、細い線はね、こうやってもう全部折り返しちゃいます。それで端子をつけていくと。だからこれ、両方とも上と下でね、被覆ごとかしめちゃいます。こうですね。他のやつはねもう動画にしないでちょっと端子作っておきます。これね端子の方付け終わりました。で付け終わって言ったこれですね、スピードメーター N のプラス、これとここがつながればいいのかな。ちょっとね配線の色を変えてありますけども、これでいいはずです。今回ちょっとねこれがうまくいってるかどうか、確認しないとわからない部分はあるんですけども、今回の動画に関してはこの配線編でね一回終わりにして、次ね取り付け編、要はこれの代わりにつけなきゃいけないんで、本当はアルミ板にしたいんですけどね、ちょっと加工が大変なんで、まずはテストでね適当なプラスチックの板をこの形に切ってね取り付けをして車体につけれるようにしたいと思います。じゃあとりあえずね今日はここまでです。それではまた。